見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。今回は今週のカービィ情報まとめと後半ではいつでもカービィ特集、私のおすすめの一冊も紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは情報振り返り。6月8日、ソルティシオラムネが発売しました。私は近所のコンビニ10軒くらい回っても見つけられなくて、結局イオンで買いました。暑い日の塩分補給にぴったりです。それから新グッズ情報でカービィのエアライダーのぬいぐるみマスコットの発売が発表されました。カービィ&ワークスター、バンダナワドルディ&ウィングスター、メタナイト&デビルスター、スターマン&ホップスターの全4種類です。公式でのライダーとマシンの組み合わせ的にホップスターとはホップ川崎とかと思っていたら、まさかのスターマン登場に驚きました。発売時期は8月下旬で7月中旬頃予約開始予定です。ぜひシリーズ化して他のライダーたちも出てほしいです。6月9日、カービィカフェから毎年恒例カービィカフェサマーのお知らせが来ました。期間は7月8日から9月23日で、メインビジュアルではカービィがマキシムトマトを持っているので関連したメニューが出そうです。過去にあったカップケーキやスープなどの復刻メニューでも新規メニューでもどちらでも嬉しいです。去年はオレンジがメインビジュアルで、ワドルディのパフェやライスコロッケプレートがありました。今年はどんなメニューになるのか今から楽しみです。今年の夏もたくさん吸い込んでいきたいです。6月10日、エンスカイさんから新グッズカービィのエアライダーカタドールジグソーが発表されました。ライダーとマシンの形をしたパズルでカービィ&ワークスター49ピース、バンダナワドルディ&ウィングスター42ピース、メタナイト&デビルスター46ピースの3種類が出て、種類ごとにピース数が少し違います。発売は8月予定です。6月11日、ゲームカービィのエアライダーのイベントペーパースター超強化中がスタートしています。シティトライアルでイベント名の通りペーパースターが強化されます。ただし耐久力はそのままなのでご注意。報酬ではユニークな帽子などがもらえます。アニメカービィのエスカルボンやスパーキーっぽいです。期間は6月16日お昼12時までです。6月12日、ミニモフマスコットキーホルダーが福福マーケット山城屋にて先行販売しています。一般販売は6月下旬となります。こちら去年発売した第1弾からのシリーズもので、手頃な大きさと触り心地がとっても可愛いです。ここからは先週の動画で紹介できなかった追加情報をまとめて紹介します。まずはレンドロイド新作について、マフォロワが商品化決定しました。発売時期や内容は未定ですが、ジェムリンゴやウルトラソードなどの付属品がつくと嬉しいですね。それからププベーカリーのちぎりパンバッジの発売が発表されました。ふわふわ生地を使用した全4種類の缶バッジです。こちらは9月発売予定です。ププベーカリーは2019年に発売したグッズシリーズで7年ぶりの新作となります。以上、今週の情報まとめでした。ここからは来週の情報を見ていきましょう。6月19日
金曜日、絵本いつでもカービィシリーズの新刊全部君の魔法が発売します。全国14店舗で作者の奥村みゆき先生と谷口あさみ先生の直筆サイン本を数量限定で発売します。合わせて10種類のグッズが発売します。ボールチェーンマスコット、雑貨アイテム、その1、その2とカテゴリーが分かれており、取り扱いが店舗によって違いますので、この動画の説明欄にあるマリモクラフト公式サイトから確認しておくと良いと思います。東京など一部の地域では全種類のグッズが売られるポップアップショップが開催されます。愛知県だけは7月17日から開催です。ここからはいつでもカービィシリーズについてと私のおすすめの一冊を紹介していきます。今回発売される全部君の魔法でいつでもカービィシリーズは12冊目となります。私も大好きなシリーズで毎回違うイラストレーターさんによる可愛いカービィたちと身近ながらも心に残るお話が魅力です。今日は持っている中で特に好きな一冊を紹介します。カービィと一緒。本作はカラメルさんがイラストを担当しています。お話としては、ある日カービィの頭に目が生えて日常が変化していくという内容です。何より目が生えているカービィが可愛くて、以前にいつでもカービィグッズが発売された時に真っ先にマスコットを買いました。イラストも本当に可愛くて私のお気に入りの一冊です。さらに運よくサイン入りのものを買うことができました。全部で18ページとさらっと読めるので何度も読み返しています。 YouTube ではカービィの声優大本真紀子さんによる読み聞かせ動画が公開されています。声付きで楽しみたい方はそちらもおすすめです。新刊の全部君の魔法もどんなお話なのか今から楽しみですね。皆さんのお気に入りのいつでもカービィシリーズがあればぜひコメントで教えてください。ということで、カービィ情報まとめといつでもカービィについて語っていきました。 YouTube での読み聞かせは第7弾までなので続きの公開も待っています。今回はこの辺りで終わりにします。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。